はい、こんにちは。今日はね、リモート兵器いろいろやっていきたいと思います。リモコンで離れた場所を攻撃する武器を作りたいということで、行ってみましょう。で、一口に兵器といってもいろいろあるんだけど、今回はいろいろと思いついたやつをサクサク試していこうってな趣旨になってます。で、まず電気で動く武器の基本として、じゃん、連着銃。これはこのトリガーを引くと電源がオンになって弾が発射される仕組みなんだけど、これをベースにリモートガンを作ってみましょうか。仕組み自体はこの前やったのと同じで、レーザーの電気を受信するためのソーラーパネルと、受信した時に電源をオンにするためのトランジスタを組み込みます。これで試しにレーザーを当ててみると、仕組み自体は問題ないんだけど、ソーラーパネルをくっつけただけなので、日光が当たる場所では誤作動して暴発しますね。とりあえず日の当たらないところで実験してみるとして、ついでにさっきのだと本当に弾が発射されたかわからなかったので、よいしょ。これでレーザーを当てると、ちゃんと発射されることまで確認できました。リモートガン単品としてはこれで OK なんだけど、ここまでは基本動作の確認。これを前回使ったモルガに搭載してみます。モルガには大砲を搭載したキャノリーモルガっていうバリエーション機があるので、ちょうどそれのイメージですね。こいつは前回レーザーで動くところまではできてるので、これに今作ったリモートガンを乗せていきます。駆動系の配線があるので結構ゴテゴテしちゃうんだけど、混戦しないように乗せればいいだけなので、はい。爆発物を使うときはこまめにセーブしとかないと、こうやって最初からやり直しすることになるので注意してください。とにかくだいたいこんな感じか。よし、これで動かしてみると、やっぱゴテゴテして重すぎるなもともと走行性能にはこだわってなかったし、正直予想はできてたんだけど、本来の砲撃ができるかというと、ちゃんと発射できました。前回作った電動モルガとさっき作ったリモートガンをくっつけただけなんだけど、レーザーで動いてレーザーで発射するってのができただけで、かなり楽しいですね。よし、じゃあこれで実際に戦ってみましょう。この辺にいるスライムは家を建てた時に余った草で育ててたんだけど、よし、こいつを標的にするか。にしても動いてるスライムに当てれる気はしないので、まずは固定した状態でどうか。いざ。こいつ
右に曲がっていく癖があるみたいなので、それを見越して配置したんだけど、なかなか思う通りには動いてくれないと思ってたら、急に曲がるんだよな。とにかくくらえ。固定してる棒に当たった。スライムもダメージ食らっていて、先にどっちに当たったかはよくわかんなかったんだけど、とにかく一時撤退。相談が一発しかないので、もう一発欲しいんだけど、この際大きめの弾を使うか。ちょっと段差の下にいると狙いにくいので、場所も仕切り直して、いざ。いざ。やっぱ走行は不安定なんだけど、だいたいこんな感じでいけるか。くらえ。大きく外したんだけど、威力はちゃんと確認できたので、これでよしとしますか。っていうかね、動いてる敵に当てるのは難しいのが分かってたし、運よくまぐれ当たりをしたとしても、どのみち実用レベルでは厳しいんだよね。なので、こいつをどうするかはいっぺん置いといて、次、センサー式地雷。動く敵に反応する地雷を作りたい。レーザーセンサーの仕組み自体は、このシーリングファンの回で作ってるので、それの応用でモーターを回転させてた代わりに火薬を爆発させるってな話ですね。火薬を爆発させる仕組みは、さっき使った仕組みをガッチャンコするだけなので、あとはコンパクトに仕上げたいところなんだけど、これで大丈夫なはず。よし、ちゃんと動きますね。とはいえ、この火薬量だと大したダメージが入らないので、あとは火薬の調整とか。ロードした瞬間に爆発した。これチャタリングの問題だな。参考としては663とこの動画を見ていただくとして、簡単に話をすると、この世界ならではの電流に関する現象で、ロード時にオン・オフの判定がほぼ同時に起こるので、それで誤作動しちゃうパターンですね。解決法はすでに分かっていて、水晶で片方を明示的に遅くすることで解決するんだけど、こまめにセーブしてたのが裏目に出たな。とにかく、よし、これでちゃんと動きそうなので、これでスライムと戦ってみましょう。火薬量は増やしてみたんだけど、果たして倒せるかどうか。レーザーとセンサー地雷をスライムの近くに設置して、いざ。いや、そっちじゃなくて、よし、向かってきた。ちゃんと乗ってくれるか。一応思った通りには動いたんだけど、若
ダメージを与えた程度ですね。もっと火薬量を増やせば、あるいはっていう気はするんだけど、さっきの手応えだとかなりな量が必要になりそうなので、いっそ爆風で破片を飛ばすような仕組みにするか。これで試してみると、どうあってもあっちの草を先に食べたがるんだよな。とにかく、よし、スライムを倒すことができました。って言ってもね、スライムを倒すためだけにあれだけの火薬を使うのは効率悪いし、いっそ刃物にぶつけるように誘導した方が良さそう。ってなところで、こっちも実用に向けては微妙な感じかな。次、ドローン爆弾って言ってもね、まずはドローンを準備する必要があるので、はい、この前潰した要塞までやってきました。こっちもいろいろやり残してることはあるんだけど、今回は手っ取り早くドローンを持っていくために、対ボス戦で使ったカムイの残骸を持っていきます。ついでにその辺から若干の荷物を持ってきて、いざ。本当にこの辺は散らかしっぱなしなので、どげんかせんといかん。ちなみにこいつは高速移動ができるといっても、こういう段差があるところでは急にパワーダウンすることがあるのと、逆に急にパワーアップすることもあるので、今回は割と慎重に動いてます。まあ何が一番難しいかというと、停止させることなんだけど、一応それに備えて地面固定用の棒を持ってきてるので、はい、なんやかんやで無事に停止できたので、本題に戻ります。ドローンはさっき見ていただいたように不思議パワーで宙に浮かぶことができるので、こいつにレーザーを受けて起爆する仕組みをつければ、ふよふよ浮かぶ爆弾が作れるはず。問題は重すぎると動かないってのと、部品を小さくしすぎるとレーザーを当てる操作が難しくなるってところなんだけど、なんかうまくいきそう。ちょっと爆発が小さいみたいなので、もっと大きい火薬をつけるとして、あとは部品をもうちょい集めてきて、同じものを量産すれば、いい感じですね。動き自体はさっき確認した通りなんだけど、複数あると炊飯器みたいでかっこいいですね。とはいえコントロールが効くわけでもないので、何かを狙うには難しいし、狙う必要がないくらい大きな敵でもいれば別なんだけど、あれは草の巨人。さっきまでいなかったのに唐突に現れましたね。とにかくあいつを倒しに行ってみましょう。やっぱしコントロールできないっての問題はあるんだけど、あいつは草でできてるので爆風に巻き込めば燃やせるはず。
ある程度範囲ダメージが入りそうなところを狙って、よし、巨人を倒すことができました。ということで、リモート兵器いろいろやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。実用レベルですぐ使えるものはできなかったんだけど、機構としては遠隔で動く武器の動作確認ができたので、応用できる幅は結構広いんじゃないかな。で、途中ちらっと映像出たんだけど、要塞周りが散らかりっぱなしなのと、ちょっとこのスタート地点周りの資材ももっと整えたいので、いい加減なんとかしようかな。ということで、次回はスポナーの輸送やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。